秀吉が200キロを8日で走り切った。重い鎧を着た1万の兵士を連れて。これは本当の話だ。なぜそんなことができたのか。そして秀吉は本能寺の変を事前に知っていたのか。この動画を見終わった時、あなたの秀吉像は変わるかもしれない。1582年6月3日、夜明け前、備中高松城。現在の岡山県だ。羽柴秀吉はある知らせを受け取った。信長様が本能寺で明智光秀に討たれました。その知らせを聞いた秀吉はわずか数秒で決断した。全軍引き返せ。光秀を討つ。そこから始まった強行軍が日本史上最も有名な行軍の一つ、中国大返しだ。今回はこの中国大返しの謎を3つの問いで解き明かしていく。第1の謎、なぜ秀吉はあれほど早く知らせを受け取れたのか。第2の謎、なぜ1万の兵があれほど早く動けたのか。第3の謎、秀吉は本能寺の変を事前に知っていたのか。順番に検証していこう。まず、中国大返しの全体像を整理しておこう。本能寺の変は1582年6月2日に起きた。その時、秀吉がいたのは備中高松城。現在の岡山県だ。毛利氏と戦の交渉の最中だった。秀吉はまず毛利氏と素早く和睦し、その足で京都に向けて引き返した。備中から山崎京都府まで、実際の道のりは200キロを超える。6月5日に姫路に到着。6月13日には山崎で光秀の軍と激突した。つまり本能寺の変からわずか11日。行軍だけでも8日以内に200キロを移動したことになる。現代人でも8日間で200キロを歩くのは相当きついだろう。それを当時の兵士たちは重い鎧を着て走り続けたのだ。第1の謎。なぜ秀吉はあれほど早く知らせを受け取れたのか。本能寺の変は6月2日の未明に起きた。秀吉がそれを知ったのは翌3日の夜明け前、つまり約24時間以内だ。備中から京都までに100キロ。当時の早馬でも普通は2日から3日かかる。これが早すぎるという指摘がある。実は秀吉は全国に独自の諜報ネットワークを持っていたとされる。京都の状況を常時把握するためのいわゆる密偵だ。これが機能していれば早馬を何頭もリレー形式で走らせることで24時間以内の伝達は不可能ではなかったとされる。また別の説では秀吉自身がこの辺の気配を感じており、知らせが来る前から密かに準備を始めていたとも言われる。完全な答えは出ていないが、秀吉の圧倒的な情報収集能力があったことは間違いない。第2の謎。なぜ1万の兵があれほど早く動けたのか。秀吉の軍勢は約1万から2万と言われる。これだけの兵が8日間で200キロを走り切った。理由はいくつか考えられている。まず、秀吉は行軍ルート上の城や村に事前に連絡を回し、食料と休憩場所を手配していたとされる。兵隊の天才と呼ばれる秀吉らしい判断だ。腹が減っていれば人は動けない。食料が確保されていれば体力は続くぎし。次に、信長様の敵を討つという大義名分だ。戦国時代の兵士にとって、主君の敵討ちは最高の名誉だ。感情が時に体力の限界を超えさせる。さらに、行軍ルートは山陽道だ。当時比較的整備されており、大人数の移動に向いていた。これらすべての条件が重なって、奇跡の行軍が実現したのだ。そして最も議論を呼ぶ第3の謎。秀吉は本能寺の変を事前に知っていたのか。この秀吉黒幕説、前回の動画でも少し触れたが、今回は深掘りしてみよう。疑惑の根拠として挙げられるのは、主に3点だ。1つ目、
情報が届いてから撤兵準備が完了するまでの速さだ。毛利との和睦交渉も、兵への伝達も、食料の手配も、すべてが驚くほどスムーズだった。まるで事前に準備していたかのように。二つ目、毛利との和睦の内容だ。秀吉は本来時間のかかる交渉をたった1、2時で終わらせた。三つ目、光秀を討った後の行動だ。信長の後継者として素早く権力を掌握し、葬儀を仕切り、家臣団をまとめ上げた。この流れがあまりにも手際が良すぎると言われている。ただし、反論もある。こうした迅速な行動は秀吉の圧倒的な組織力の結果であり、事前に知っていた証拠にはならないという見方だ。また、もし秀吉が光秀と共謀していたなら、光秀をもっとうまく助ける方法があったはずだ。11日で見捨てるのは筋が通らないという指摘もある。結局のところ、秀吉黒幕説は状況証拠の積み重ねに過ぎない。確定的な証拠は現時点では見つかっていない。3つの謎を検証してきた。中国大返しはなぜあれほど早く実現できたのか、答えは一つではないと思う。秀吉の情報網、事前に用意されていた兵隊、兵士たちを突き動かした大義名分、そして秀吉自身の決断力と運。これらすべてが重なった時、奇跡の皇軍は生まれた。そしてその皇軍の結果、秀吉は日本史の主役になった。信長が夢見た天下統一を秀吉が受け継いだのだ。光秀が本能寺で信長を討ったことが皮肉にも秀吉に天下への道を開いた。歴史の流れはどこかで必ず誰かの意図を超えていく。今日のまとめをしておこう。秀吉の中国大返しを支えたのは圧倒的な情報収集力、兵隊の準備、兵士たちの指揮、そして秀吉自身の判断力と運だった。この11日間が秀吉を天下人への道に乗せた。秀吉は事前に知っていたのか、それとも圧倒的な実力と運が重なっただけなのか。あなたはどちらだと思っただろうか。ぜひコメントで教えてほしい。次回は関ヶ原の戦い天下分け目の真実に迫る。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。